米空母ロナルド、レーガンの乗員51人が福島原子力自己救助活動に参加した後、甲状腺がん、白血病、脳腫瘍を発症する。2013年12月12日、東日本大震災後に太平洋上で救援活動を行った米空母ロナルド、レーガンの20代半ばの乗員が放射線に起因する病状を訴えている。すでに海洋に大規模な放射能汚染が広がっていたことを乗員の誰もが気づかず、空母に装備された海水から塩分を取る淡水化システムで飲用水、入浴、調理を賄っていたようだ。空母ロナルド、レーガンの乗員を代表する弁護士、チャールズ・ボナーは、乗員は水に飛び込んで人々を救出するだけではなく、キャプテンが高レベルの放射線に被爆していることを警告するまで、彼らは塩分が抜き取られた海水を飲み、入浴していた。と述べる。ボナーはこの被爆によって51人の乗員が多数の健康被害を被ったという。彼らは精巣がん、甲状腺がん、白血病、直腸及び女性生殖器からの出血があり、これらの症状は以前に罹患したことのないものだ。完全な視力を持っていたパイロットが今や脳腫瘍を患っている。同行してから、まだ3年しか経っていないのに、ボナーは乗員が21、22、23歳という若者であり、家族の中でこれらの種類の病気を患った人は今までに誰もいなかったことを指摘した。東京電力と真実の隠蔽を共謀した日本政府を相手取って、現在51人の乗員は訴訟の原告となり、ボナーは間もなく20人の乗員を追加して、合計で70人から75人の原告団を組織する予定だ。2013年12月12日に開催された日本記者クラブの会合では、福島原発事故時の元首相、菅直人が集まった記者に向かって衝撃的な告白をした。人々は2011年3月12日のことだと思っているが、最初のメルトダウンは地震発生から5時間後に起きていた。これは日本政府が深刻な放射線放出があることを知っていたにもかかわらず、救援活動に加わっていた米海軍には伝えなかったことを意味する。米軍機関紙、星条旗新聞によると、原告の一人はダニエル・ヘアー第3級下士官であることが分かった。地震が襲った時、ヘアーと乗員は韓国に向かう途中だった。彼らはすぐに方向転換し、被災地へ向かった。私たちが入隊したのは、窮地にある人々を助けるためだ。とヘアーは言う。空母は見渡す限り瓦礫が散乱する海を通った木材、冷蔵庫、車のタイヤ、屋根の上に乗った人々。ヘアーは大規模な津波被害を受けた福島県沿岸部から5、10マイル沖のところにいたと伝えられた。船長が拡声器で海洋水が汚染されているから止めろと言うまで、乗員は淡水化された水を飲み、その水で入浴していたとヘアーは言う。換気装置までも汚染されていたと伝えられた。そして、実際には配布されていないにもかかわらず、安定ヨウ素剤を渡されたことを証明する書類に、サインするよう強制された。と彼は主張する。階級の低い乗員にしてみれば、選択の余地などないと思っていた。海軍は空母が放射能雲、ブルームを通過したことを認めたが、ヘアーの申し立てについては詳細なコメントを避けている。震災後間もなく、マイク・セボーン上級上等兵曹は配属先の厚木基地から三沢基地へ送られた。三沢基地は事故を起こした福島原発から200マイル離れている。彼は、除染責任者として指名され、送り込まれてきた人員で航空機の表面汚染を測定した。セボーンは、わずか2日間のトレーニングしか受けずに、航空機がイバンの7つのポイントの表面汚染を測定する任務を与えられた。彼と他の人員は、手袋を唯一の防護の手段として、航空機の中を数ヶ月もうろついたという。ある時、彼らは一つの航空機から放熱器を取り、その表面汚染を測定した。防護スーツや、
防護マスクを着用すべきレベルの4倍もの汚染度だった。と彼は言った。セボーンは、放射線のレベルが、信じられないほど危険だった。という。海軍航空隊は今までに放射線を扱ったことがなかった。誰も、何をすべきかを知らなかった。誰も、何が安全だったかを知らなかった。あれは、悪夢だった。セボーンは、その直後に、放射能中毒と一致する症状である鼻血、頭痛や、吐き気に苦しんだという。数ヶ月後、彼は、右腕に脱力感を覚え、耐え難いほどの痛みが続いた。厚木基地で、身体トレーニングの責任者が、彼の腕を見たとき、およそ半分の大きさに衰えていた。私は、原因不明の問題を抱えている。と、セボーンは言う。悪化し続けているようなものだ。セボーンは、十数回以上、医師に見てもらったが、何が原因で、元、個人トレーナーだった彼が、右半身の力を 70% も失ったのか、誰もわからなかった。彼は、日本で17年過ごした後に引退した。セボーンは、自分の軍務記録の中に、放射線、という言葉を、どこにも出さないよう警告された。たとえ放射線を扱うことが、彼の仕事であり、放射線に被爆したとしても、被爆した部隊は、軍務記録で警告を受け、内科的な疾患を追跡されるだろう、と彼は信じている。ハフィントンポストによると、別の原告は、モーリス、エニス元海軍、補給係将校である。エニスは、こう回想した。沿岸部に到着し1ヶ月が過ぎた時、損傷した原子炉から、1から10マイルの距離で周回しており、その時の空母搭乗員は、原発が影響を受けた、という言葉を聞いていた。当時でさえ、それは噂だった、と、彼は言う。しかし、空母が日本を離れ、乗員が、放射線防護をするように言われて、空母を除染していた時、それは噂では済まなくなった。下士官乗員は、一度も、安定ヨウ素剤を服用するよう指示されたことはない。と、エニスは言う。彼は後で、上層部、将校及びパイロットは、放射線損傷から自分の甲状腺を保護するため、安定ヨウ素剤を受け取っていたことを知った。彼らは、私たちの体調は問題なく、症状もないと署名したので、私たちは、アメリカ政府を相手取って、訴訟を起こすことができなくなった。と、エニスは、ハフィントンポストに語った。しかし、それはデタラメで、もはや選択の余地はない。と乗員が怒りを共有している。記事編集者より、上記の事実があるにもかかわらず、アメリカのマスメディアは、この申し立てについて何も伝えてこなかった。マスメディアが、伝えない事実を、ターナーレディオネットワークが提供する。